この動画では、政党のね、成功ロジックの、興味を持っていただいてるんだけれども、今のところそれまだね、お申し込みというかね、そこまでは行ってないんだよねっていう方に向けてね、政党の成功ロジックについて僕の方から、お話をしていくんですけれども、まあね、わからないこといろいろあるか出てくるかと思いますので、そういうのはね、例えば、Facebook のメッセンジャー使ったりとか、僕がお送りしているメールへの返信機能を使うとか、それから問い合わせフォームを使うとか、してですね、僕のに聞いてきてください。そしたらね、それが結構みんなの集合的な皆さんへの、お返事の方がいいなと思ったら、こうやって動画を撮ってお話をしていきますし、個別的なね、お話であればね、メールとかメッセンジャーとかで個別解決していったりとか、場合によってはね、受講前の個別面談、個別相談っていうのをね、させていただくこともできますので、まずね、これを見終わった後、何かね、アクションしていただければと思います。ではね、お話ししていきますね。政党の成功ロジックをね、ホームページをお見せしながら、いきたいと思います。これZoom というね、機能を使って今、撮影しているんですけれども、レターをね、まず出していきますので、こんな感じですね。ですね。はい。ここからお話をしていきます。まず、何かメールとかで気になって政党のね、この、ホームページをね、見ていただいて読んでいただいているかと思うんですが、すごい大筋、大枠、ベースの話をさせていただきますと、先日もね、個別面談、個別相談的なことをさせていただいて、お伝えしたのは、目の前のね、小さい大きいじゃない人それぞれですね、すぐ出る結果とか、マーケティング的に何か上手になるとか、結局それはなるんですけど、なっちゃうんですけど、そういうことを求めているということであれば、この政党の成功ロジックは、向いてないですよと。参加の前のね、心がけとかね、心構えとしては、これ本当、もう不思議だと思うんですけど、そういうものが手に入らないって、思ってください。手に入りたいと思ったら手に入らないんですけど、手に入らないと思ったら手に入りますので、なんかをね、手に入れに来ようというふうに思うとしたら、この政党のね、成功ロジックは、なんかいろんなね、不満とか、こういうことはできないのか、ああいうことできないのかってね、いろいろ出てきますので、もう全くね、手に入らないみたいなね、それお大臣かみたいな、そういう心持ちで参加してもらいたいですね、セミナーだなということです。何わけのわかんないこと言ってるのかね、ここから話をしていくんですが、このセミナー、作りましたのが2008年頃だったと思います。で、今お見せしているレターはその頃に書いたレターです。今ね、バーっとスクロールするとね、このスクロールはこんなちっちゃい。バー、バー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 っと、ふーって感じなんですけど、こんな感じのレターなんですが、中身内容はね、例えばこう考えてください。例えば、そうですね、ブログでもメルマガでも、Facebook でも何でもいいんですけど、人に何かを伝えるときって、その伝えたいゴールがあって、それがほうれん草とかね、こういうことを伝えようと思うと、そこに向かってこうまっすぐにね、一直線に伝えていくわけですね。で、それがくだくだとね、こうね、回り道してると、で、一体君は何が言いたいのというふうに言われてしまうわけです。と、なんかね、こうね、言ってることがよくわからないみたいなね。でもね、世の中ですよ。世の中のいろんな、それ例えば、もう生活している世間、社会、とかを考えても、それからビジネスのね、ご自分の業界とか考えても、何か伝えたいことがね、1の1みたいな、こうやってね、直線で結ばれていることなんてね、基本的になくて、その周りのいろんなことが複合的に構成されて、そして原因があって結果があるみたいなことになってるじゃないですか。なのでね、世の中、社会っていうのは、もう本当にね、本当にね、分かりやすくできてないんですよ、本当は。でも、僕らはそれを分かりやすくしてほしいと言って、セミナーにそれを求めるわけですね。もっと分かりやすく俺に教えてくれよと。そして何をしたらいいのか分かりやすく教えてくれよというのが、世の中の人のニーズだし、そして、世の中のセミナーはそれに応え続けるんですね。
そうすると、分かりやすく〇〇のノウハウを欲しいと言っている人には、分かりやすく直線で伝えたら、わあ、分かりやすいですね、そのセミナーっていうふうになって、それが一つの成功のスタイルです。ところが、そこはね、これに書いてあることなんですけども、分かりやすいということは、昨日今日何かについて学び始めた人でも分かりやすいんですね。ということは、分かりやすく構成しているということは、このことをね、右から左に持ってって、こっち側で分かりやすく教えてほしいっていう人に教えると、分かりやすいって言ってね、どんどんね、劣化コピーがされていくんですね。でもね、劣化でも何でもいいんですね。マーケットの、これ僕らなんですけど、分かりやすく〇〇の成果がさえ伝えるんであれば、伝わるんであれば、もしくは結果が出るんであれば、分かりやすいのが一番なのでっていうことで、それでね、こっちでできたものがここでね、ビジネスとしては、形をね、成していくわけです。それが世の中で起こっている差別化とかね、価格競争とかね、品質競争とかサービス競争っていう風になっていくわけですね。これ書いてありますね。わかりやすいし、矛盾しないんですね。うろちょろうろちょろ、わけわかんないこと言わないので、そうすると皆さんに受けるから、大衆受けするっていうことはね、皆さんに広がっていきやすいんです。で、皆さんで分かりやすい、分かりやすい、分かりやすいって言って、もうね、ブログ、フェイスブック、あっち見てもこっち見てもね、同じようなメッセージばっかりですよね。で、もう分かりやすいと同じことですね。明快で、ディレクトリー構造っていうのはね、階層ごとに情報がきれいに整理されているんですね。でも、世の中はね、そしてビジネスはね、毎日の人生はね、そんなにね、ディレクトリー状態にね、整理されてません。で、そういうことやってるとね、今言った通りだから、複製ってされますから、とてもね、これはね、長期では儲かりづらいんですね。儲からないとは言わないですけど、儲かりづらいんですね。で、ここに書いてあるようにね、今すぐ実行できますよ。あなたでもできますよっていう売りですから、みんなね、実行できるってことは、もう一回ぐるっとこう回ってね、真似されやすいんです。盗まれやすい、模倣されやすいと。ところが、多くのね、多くのというかね、ある結果を出して、成功して、なんていうんですかね、その真似されないようなビジネスをね、これを世の中で言ったら USP とかって言って、USP を整理しましょうなんていうのもね、これも1枚のシートにしちゃったら、その瞬間に分かりやすくなっちゃうんですけれども、そういうことをもう突き抜けてやってですね、自分のビジネスが、こうやってね、こういうふうにね、統合されてきてる場合っていうのは、それは人に説明するのにね、分かりにくいんですよ。〇〇さん何やってるんですかって言ったら、〇〇なんて言えるのは、本当はね、言えないんですね。で、そういうことを経験した人はね、もう言っても分かんねえしなってなると、例えば僕とかだったらね、コンサルタントって言っておけばいいや、みたいなね。経営セミナーのコンサルタントです。経営セミナーのコンサルタントですね。分かりやすいですねってなるんですけど、本当はそんなもんではないんですね。非常に知恵な構造でもう分かりにくいんですけれども、分かりにくいということはね、さっき言ったみたいにね、コピーがされづらいんです。コピーされづらいっていうことは、その後ね、競争とかね、差別化とかの波にね、揉まれないで済むんですよ。なんですけど、ご自分のそのビジネスの構造を作るのはね、なかなかこれはね、一筋縄ではいかないと。なぜならば、どうしても僕らは分かりやすくしないと人に分かってもらえないから売れないというね、この罠にはまってしまうからです。この罠にはまるとね、この罠から絶対に抜け出せないんです。この罠から抜け出すために僕はこの正当セミナーっていうのを2008年に作りました。で、ここからね、つらつらと書いてあることね、アットマーク2000万、大企業に勝つと、この辺は、アルケミー、それから、ザ・コア、ザ・バイブル、それから、コア・ゴールドというね、今までこの数年やってきた、ビジネスコンテンツとしてお届けするので、ここら辺はね、別にね、今、ここ最近やってることと、基本変わらないです。変わらないというか、これがね、根っこなので、2008年ぐらいに始めたことですから、こっちが根っこなんですね。で、当時はこのね、分かりにくい、分かりづらいことを全部混然一体としてお伝えしていたんですが、分かりづらいからやっぱり分かりづらいんですね。とね、多くの人に普及していって、みんなにアットマーク2000万というビジネスになっていただくには、これをね、分離させる必要がだんだん出てきたわけです。これはね、正当セミナー7期やったんですけども、この分かりづらいものをね、
分かりやすく多少こうやってね、分解したのがね、今のアルケミーであるとか、コアとかね、バイオルとかですね。これはどういうことかって言ったら、分かりにくいね、この OS、もう体の中に染み込んでいるこの OS ですね。オペレーションシステムですね。このオペレーションシステムの上にアプリケーションが載ってるんですね。これ分かりやすく言ったら、マイクロソフト、Windows、Excel とか Word とかこういうことですね。で、これがね、Windows とかね、Apple、Mac とかなんかこうやってあるみたいな。それがみんな一人一人ですね、こう OS があるんですが、この政党はですね、OS とアプリケーションをこうやって混然一体として扱っていく。で、こういうね、混然一体として扱うのはね、ビジネスセミナー、教室型でドーンみたいな感じでは、これはね、できないんですね。やっぱり顔見ながら、お一人お一人、わからないなっていう顔してたら、わからないことをケアしていくと。こういうのをやっていくのがこの政党なんですね。でもこの辺はね、ビジネス上のその分かりやすいところを扱っているのが、この辺のレターですね。マーケティングがどうのこうのみたいな。で、こちらが、その中で扱うコンテンツですね。ちょっとね、順番に、全部じゃないですけどね、チラッチラッと見ていくとね、関係性ビジネス、これはね、今で言うね、F のことですね。それから、まあ今言った分かりやすさの危険ね、想像以上に洗脳されている。この洗脳ということについてもね、お話をしていきますね。OS なんて言葉を使ってますね。まあ、会計というのはね、アルケミーの中にも入ってます。からこのね、天秤の歌なんていうのも扱うんですが、まあ、今僕がね、西田経営学院っていうので、どんどん今進めているのが、商売と経営っていうのがあって、これ別物なんだと。そのね、経営は経営。で、経営っていうのがね、これはね、かなり分かりやすく分解できるんです。で、OS たる商売があるんですけども、その商売の原点何なのみたいなね。で、それと経営ってどうやってやっていったらいいのみたいなね、話もあるので、この商売のことを扱っていきますし、これね、顧客ニーズとか再生、この辺なんかはね、アルケミの話ですね。で、振り子。これ潜在意識の話ですね。潜在意識の話なんかもね、これコンテンツ作って販売させてもらってますけど、これもね、顔見ながら何が分かんなくて、その人のビジネスにおいて何のこだわりが、どうやってそこにね、ブレーキをかけていってしまってるのかなんていうことも話をしながらね、紐解いていくわけです。こんな話もね、今全然したことないですね。英雄伝説ね。これ OS の部分ですね。ご自分の中の OS の部分ですね。でもこの80対20なんか、これはね、僕のコンテンツの中に、完全に埋め込まれている、それこそ OS ですね。平凡でいられる方が難しいよね、と。偉大目指そうよみたいなのはこの辺から来てるわけですね。で、これね、理性の会と魂の会とか、目標設定とか、まあなんかいろんなことをやっていくわけですけれども、こういうのをね、毎回こうやって顔見ながらやっていきます。で、これね、わーっともう気持ち悪いぐらいね、並んでますね。これもね、参加者、まあ、少数の人なので、少数の人の中の必要なことをコンテンツとして取り扱いながらね、やっていきます。で、この辺が8年前と今との違いなんですけれども、西田経営学院っていうのをね、他のところでまたご説明解説してるんですけれども、レクチャー型でね、伝授みたいなお伝えしていくだけだと、ランニングピラミッドというのがあるんですが、大体ね、1% ぐらいしかね、その人に残存しないんですね。そうすると、現場でね、なかなかこう使えない。だからじゃあ、新しくね、今経営学院というのをやってるんですけども、これがね、もうその日だったら 90% ぐらい、まあ、次の日というね、忘却曲線を経て、何もしなかったとしても、例えば 50%、20、30% というふうに残っていくわけですね。そうすると、今までのこのね、政党でやった時にやり方よりも、20倍、30倍のね、残存率のあるやり方というのを今回取り入れて、現場でやっていきます。コンテンツはもう当時のままです。当時のままやっていきます。で、まあ、これね、ずらずらと書いてありますけども、後で読んでいただきたいんですけれども、さっき言ったね、分かりやすいロジックと分かりにくいロジックっていうのはここ2つあるんですけれども、この中にね、書いてあること、これぜひ読んでほしいんですけども、何でもこう、相対っていうかね、高いがあるから低いが分かるし、みたいなね、暗いがあるから明るいが分かるみたいに、それだけ分かっててもダメなんですよ。ダメなんですよっていうか、分からないんですね。明るいのは、明るいなっていうのは、暗いを知ってるから明るいんだよねっていう話ですね。
わあ、美人だなっていうのは、美人さんじゃない人がこっちにいるから、美人さんだなってわかるわけじゃないですか。うわ、デブいなと思っているのは、細いながいるからデブいなわけですね。これをわかるためには、何がね、世の中で大衆のロジックで、うわ、わかりやすいことやっちゃってるなというふうに、わかること。そうすると裏返して、わかりにくいっていうことがこういうことなんだっていうのがわかるから、痩せてる人、太ってる人みたいに、ここの差がわかるように目がね、変わっていくわけです。そしたらですよ、この中にも書いてあるんですけどね、何ができるかって言ったら、選択肢ができるんですよ、選択権。大衆のロジックの中でしかビジネスをしてないっていうことは、常に分かりやすい選択しかしていくことができないんですよ。なぜならその海の中にいるから、その海から出ることができないんですね。ところがじゃあ例えば、正当のロジックというのがあるとしたら、これが陸だとしましょう。そしたらね、両生類のようにね、こっちとこっちね、行ったり来たりできるよねっていうことなんですね。だから僕は、このね、正当の成功ロジックの時は、やってみたけど、混然一体としていて、こういうのもあるよって伝えたんだけども、多くの人に伝えるのには、これだけでは一筋縄ではね、皆さんにね、多くの人に伝えられないと。じゃあ分解してみようということで、アルケミーであるとか、バイブルであるとか、分かりやすいことを分解していったわけですね。そうすると、経営の中で分かりやすいことは、ストーンとね、努力で改善していけばいいんです。でも、OS の部分であるとか、OS がガチッと絡んでしまって、なかなか動かないアプリケーションの部分、こういうところあるんですね。じゃあ、どの OS を変えていったらいいのかっていうのを、僕がそもそも8年前、9年前にやりたいことだったし、やっていたことだったし、これがね、西田経営学院今始めるにあたって、ここは今、やっていく時期が来たいなということで、お伝え始めてるわけですね。この辺はね、だからアットマークの話だったりします。ですね。この辺はもうサマリーですから、お読みください。お読みください。ですね。これなんかちょっとね、大事だと思いますよ。大衆の成功ロジックだけではない人脈と。ここはね、とても、なんていうんですかね、言語なので、ね、分かりやすいことの中に居続けていて、自分が分かりにくい、こうね、メガネを持ってしまったら、そういうワールドにいる人たちとね、会話が噛み合わなくなるんですよ。でね、だんだん慣れてくると、そのことを使い分けてね、今はそういうところにいるんだなっていうふうになれるんですけれども、最初はね、それがね、そうなれなくて、うわっていうふうにこうなるんですね。その時に、正当のね、ロジック、分かりにくいロジック、複雑系のロジックを共通言語で喋れることができる人がいるっていうのは、自分のビジネスのこの分からない状態の複雑系のこの状態をこうなんだけどねみたいなね、その言語の上で相談ができるんです。で、そのことを知った上で大衆型のね、分かりやすいロジックに置き換えて、どうやったらね、ビジネスとしてね、お金儲かんのかみたいなこともね、話すことができるようになります。これはこのね、分かりやすいロジックだけで動いている人にはできないことなので、こういうね、人のつながりできるっていうのはとてもいいんじゃないのかなと思います。あとはね、よくあるというかね、レターの中でまとめていることだからお読みください。ですね。あと、これ多分ね、一番僕の中でポイントかなと思うんですけども、これですね。混乱すると思うんです。すると思うんじゃないんです。この当時から1期、2期、3期というふうにずっとやってきてて、僕のスタンスは何をしていたかといったら、早い話ですよ。僕の話を聞いて、西田さん分かりましたよって言ったら、それはおかしいんですよ。だってそれは分かっちゃったんだから。分かっちゃったっていうことは、今までのフレームでものを見てるわけだから、分かったらダメなんですね、その意味では。どういうふうにしていくかって言ったらね、大衆型と分からない型をこうね、分からないままその中に耐えられる状態を作るというのが僕の役割です。でしょ分からないでしょみたいな。その分からない混然一体としたね、その時間にふわふわした状態に、チューブラリンの状態に自分を置くっていうことがとても大事なんですね。世の中というかビジネスセミナー的に言うとね、そういう状態ってあんまり良くないわけですよ。さっさと結論出してさっさと動こうぜ。なんかね、ぐちゃぐちゃやってないでっていうのが分かりやすい世界なんです。でも、このね、
今回のこの政党のワールドというのは、その分からない状態を感受して、その状態をね、こう、変えるっていう言い方は変ですけれども、そうすることで、右左が分かる。大衆型が分かる。分からない型が分かる。そして自分は選択権が持てるというふうになるんですけど、それをね、勝手に一人でね、日常生活の中で悶々としていると、結構ね、これ多分ね、もう辛いというか、もう気持ち悪いふうになるので、そこをね、西田とね、ちゃんと相談して、カウンセリングじゃないですけど、これどういうことなんですかねみたいなことで、西田を使い倒してほしいんです。で、さっきから言ってるように、わからないことをすることが目的じゃないんですね。わからないことがわかると、複眼思考になるので、わかりやすいことがよくわかるようになるんですね。そうすると何がわかるかって言ったら、世の中の人が何をわかりたがってるかがわかるので、このね、わかるフレームでどうやったら儲かるかっていうのが、ものすごくよくわかるようになるんですよ。イコール、売れます。二つが分けて見えるってことは、すごくよくわかるようになるんですね。でね、僕がさっき言った役目って何かって言ったら、受講して一緒にこの目の前にいるあなたにですね、もうね、混乱とかカオスとかわからない状態に突き落とすっていうのが僕の役目です。だから最初に言ったように、このセミナーに参加して何か得られるものがあるかなとか、これ目の前でがっつり売り上げ上がるかなとかいうのがあったら、それは、手放しておいてくださいと。何も得られるものなんかないんじゃないかなというぐらいで参加されるといいですねっていうのは、そういうことです。で、じゃあそれをね、レターの順番でお話をしていくとですね、6月からね、これね、6回やっていきます。そもそもね、今時のセミナー考えていただくと、最近の旬流行りのだと、だいたいね、2時間から3時間やって、3ヶ月6回やって30万円みたいなのが多分普通じゃないですか。でもそんなのだとね、全然時間足りないんですよ。このね、わからないの、混然一体ないところに突き落とすわけですからね。6時間6回時間使っていきます。で、ここまでがね、リアル参加する場合のお話で、リアル参加の場合は銀座のセミナールームで参加していただきます。で、ここまで、ここね、整理しちゃいましょうかね。6回のうち、すでに2回以上も参加できないな、なんていうふうに思ったら、もうやめてくださいって言ってます。要するに、前後のつながりでね、ビデオフォローとかね、もう絶対無理ですからね。絶対無理。どうせ見ないし。だって見た試しがないじゃないですか、ビデオフォローなんてね。なので、6回全部出られるって人じゃないと、基本的に、もう参加しないでくださいということになります。個別相談なんかしているときもね、そこをお話をして、物事の考え方としては順番逆に考えた方がよくて、参加したら日程調整しますじゃなくて、日程、ごめんなさい。日程調整できたら参加しますっていうね、いう言葉遣いすることが多いんですけど、そうじゃないです。参加するというふうに決めて、日程はね、調整しちゃうんですよ。絶対できちゃいますんでね。はい、それから、こちら、リザーブストックというね、個人セッションの予約っていうのはこういうのがあるんですけれども、こちらの申し込み前交通整理、もうすでになんかね、いろんなの申し込んだことある人はこちら、会員専用とかね、それからまだ申し込んでない方はこちらをしていただくと、参加の申し込みが、個別にね、ご相談ができますので、これを申し込んでいただいて、まだどうしてもまだ踏ん切れないっていう場合は、僕がね、参加した方がいいか、やめた方がいいか、その辺の交通整理をしますので、これは、ビジネスのコンサルティングとか、ビジネスのカウンセリングじゃありません。政党に興味持って、この辺まで来てるんだけど、ちょっとまだこうなんだよな、みたいな。で、僕が背中を押すための相談でもありません。僕が交通整理をして、もしも参加する方がいいんだったらいいですよと言ったり、やめた方がいいですよとかっていうふうに、ニュートラルに判断、相談をするための時間なので、ここから申し込んでみてください。このね、URL を後で送りますし、メールの中にね、入れておきますし、それがこのリザーブストックの中にありますので、そこから申し込んでみてください。お支払いの方もですね、1回から24回までお好きに選んでいただけますので、それもね、言ってください。その辺もね、個別相談で大丈夫と思います。以上ですね。もう自分で喋ってても思いますけども、大変ね、早口で、うわーという感じでお話をしましたけども、政党ってどんなものなのか、
だいぶね、掴んでいただけたんじゃないかなと思います。それでも、わからないことがありましたら、こちらのね、個人セッションからね、お申し込みっていうのは、お申し込みじゃないです。相談の申し込み、してみてください。それから、Facebook のメッセンジャー、それからメール、問い合わせフォーム、どこからでも構いませんので、とにかくね、西田にアクセスしてみてください。それでは以上ですね、政党の成功ロジックセミナー解説を終わりにします。ありがとうございました。